その日、保護施設に勤める女性は、奇妙な胸騒ぎを覚えながら目を覚ましました。胸騒ぎの原因は、木々が生い茂る空き地に雪が降り続く夢。その空き地を、女性は何かを必死に探すように見渡していたのです。夢で見た空き地を女性は知っていました。通勤の際、いつも通る道路沿いにその空き地はありました。ですが、冬になると、その道路はすぐに雪で覆われてしまい、除雪も行われません。そのため、女性はその時期になると、遠回りになってしまいますが、除雪してある違う道路を使用して通勤していたのです。譲渡した猫の様子を伺い、施設へと戻っているとき、同僚がの道を通って行こうと言ってきたんです。除雪してなくて通りにくいことは知っていましたが、私は自分が運転するわけではないので、何も考えず同僚に任せました。不安に似た胸騒ぎのことは気になってましたが、譲渡した猫が幸せそうに暮らしていたのを知り、嬉しくて、その時は夢のことなんか忘れていたんです。それからしばらくして、3人を乗せた車は、女性が夢で見た空き地を通り過ぎようとしていました。動物保護施設に勤める女性。ジェニファーさんがその猫と出会ったのは、冬の寒い日のことでした。辺りは雪が降り積もり、どこを見ても真っ白です。そんな中で、その子は助けを求めていたのです。ある日のこと、ジェニファーさんが他の2人のスタッフと一緒に職場である保護施設に車で戻っているとき、助手席に座っていた彼女の目に真っ白な景色以外のものが飛び込んできたのです。車を止めて。運転していたスタッフにそう叫び、ジェニファーさんはその後、すぐに車から降りました。そして、ある場所へと走り寄ったのです。なんと、そこには雪の中でうずくまったまま、動かなくなっていた一匹の白黒猫がいました。ジェニファーさんが慌てて白黒猫を抱き上げると、猫の体は驚くほど冷たかったのです。もう助からないかもしれない。と、ジェニファーさんがそう思った瞬間、にゃー、にゃー、と、白黒猫が必死に鳴き声を上げてきたのです。その声を聞いたジェニファーさんは、必ずこの子を助けてみせる。と決意し、上着を脱ぎ、猫を包み込んだのです。偶然ではない。私はこの子に呼ばれたんだとこの時思いました。施設に着くまでの間、車の中で私は少しでも温まるようにとずっと猫の体をさすっていました。体が震える猫に、頑張って、お願いだから頑張って、とずっと声をかけ続けていたのです。その気持ちが伝わったのか、安心したような表情を浮かべた猫は、私の手を舐め始めました。それはまるで、ありがとうと言っているかのようだったのです。その後、保護施設に到着した3人は、猫を施設の暖かい部屋へと連れて行き、体をゆっくりと温めた後、ご飯を食べさせました。すると猫の様子が少しずつ落ち着いていったのです。鳴き声を出すのがやっとのようだった猫は、ようやく元気を取り戻し、その表情も和らいでいたようでした。そしてその光景に安心していた私に、一人のスタッフがこう言ってきたのです。
この子を見つけたのはジェニファーだから、名前はあなたがつけてあげたら？猫を発見したとき、車を運転していた同僚にそう言われ、私は猫にオーバンと名付けました。なんとか一命を取り留めることができましたが、オーバンの体は痩せ細っていました。そして体温も下がり衰弱しきっていたのです。その後治療を受け回復を待つオーバンのことが気になり、私は毎日仕事の合間に彼の様子を見に行きました。すると彼のことについて同僚からこんな話を聞かされたのです。少し元気を取り戻したオーバンはある日、急に周りを警戒し始めたわ。初めての場所、初めて見る人たち。きっと自衛行動だったのだと思うの。ご飯を誰にも取られないように、オーバンはすごい速さで食べ終わってたし、そしてできるだけ人目につかないように隠れて毎日を過ごしていたの。元気を取り戻してくれたのはとても嬉しいことだったのですが、それを知った私はオーバンの未来を危惧しました。そんな日々が1ヶ月も続いた頃、やっとオーバンはゆっくりとリラックスした様子でご飯を食べられるようになったのです。あれ以来私は時間の許す限りオーバンに寄り添うようにしました。もしかすると、冷え切ったオーバンの心を溶かすことができるのは、あなただけかもしれないわね。同僚にそう言われ、オーバンの明るい未来のために、私はできる限りのことをしてあげようと思ったのです。すると徐々にオーバンは私に心を開いてくれました。そして私が楽しそうに話していたスタッフにも、私と同じように接してくれるようになったのです。検査の結果、オーバンの体にはマイクロチップがありませんでした。彼はおそらく生まれた時からずっと野良猫だったのです。保護施設にやってきた時、何も信用できず、何かに怯えるように暮らしていたのはそのためでした。でも今は、ここが安全な場所だと分かってくれたようでした。そして彼の周りにいるみんなが自分に危害を加えるような人間ではなく、愛情を持っている優しい人たちだということに気づいてくれたのです。そして現在、保護施設では大好きなおもちゃで遊ぶ可愛らしい姿のオーバンが見られます。雪の中で寒さに震え、助けを呼ぼうにも声が出せなかったほど弱りきっていたオーバンの姿はもうどこにもありませんでした。あの日、私が休みだったら、あの道を通らなければ、オーバンが白黒猫じゃなかったら、そんなことを考えると、オーバンとの出会いは運命だったように私は思うのです。そしてそんな運命を与えてくれた誰かに私は感謝しています。なぜならば、オーバンを助けることができました。さらに、人を信用できなかった彼の心を変えることができたのです。それはきっと、オーバンの明るい未来のきっかけとなります。オーバンは確実に幸せになるための道を今歩んでいるのです。こうして様々な偶然を経て、オーバンは救助され、元気に回復することができました。その後、ジェニファーさんの愛情に触れ、人を信用することができたのです。そして、たくさんの人たちの優しさで、温かで幸せな生活を送るオーバンは、施設で新しい家族を待ちながら、今も元気に暮らしています。